大人のための数学へようこそ。今日はベクトルとは何かを解説します。ベクトルとは大きさと向きを持った量のことです。例えば、矢印はベクトルです。この矢印の長さが 1cm だとすると、この矢印によって表されるベクトルの大きさは1だと言えます。また、この矢印は右に向いているので、このベクトルは向きを持っています。現実世界の例を考えてみましょう。例えば、物を押したり引っ張ったりする力はベクトルとみなすことができます。力には大きさがあります。つまり、どのくらい強く押したり引いたりするかを調節できます。そして力には向きがあります。つまり、物をどの方向に押したり引いたりするかを決められます。反対に、リンゴの個数や値段などはベクトルではありません。2つのベクトルが同じ大きさと向きを持っている場合、その2つのベクトルは同じものとしてみなします。例えば、画面上にある2つのベクトルは二次元空間の中で違う位置に存在していますが、大きさと向きが同じなので同じベクトルとして扱います。反対に、この3つ目のベクトルは最初の2つと同じ大きさを持っているものの、向きが異なるため同じベクトルとしては扱いません。ベクトルには始まりの点、始点と終わりの点、終点があります。例えば、このベクトルの始点は A、終点は B です。よって、このベクトルはベクトル AB と呼ぶことができます。ただし、AB ベクトルと呼ぶ人もいます。このチャンネルでは英語に合わせてベクトル AB と呼びます。ベクトルは一般的に文字の上に右向きの矢印を書いて表します。よって、ベクトル AB はこのように表記できます。また、ベクトルは必ずしも始点と終点を名前に含む必要はありません。したがって、ベクトル AB をベクトル X、ベクトル Y、ベクトル Z などと呼ぶことも可能です。大きさと向きを持つベクトルとは対照に、大きさしかないただの数字をスカラーまたはスケイラーと呼びます。基本的にベクトルとスカラーを足し合わせることはできませんが、ベクトルにスカラーをかけると、ベクトルが伸びたり縮んだり、向きが逆転したりします。例えば、このベクトル X は大きさが10で、向きが右です。ベクトル X にスカラー2をかけると、大きさが2倍になり、スカラー2分の1をかけると大きさが半分になります。スカラーがマイナスの値ならば、ベクトルの向きが逆転します。例えば、スカラーマイナス1をかけると、向きが左になります。スカラーマイナス2をかけると、向きが左になり、大きさが2倍になります。ベクトルとスカラーの掛け算については、また詳しく別の動画で解説します。今日のエピソードはここまでです。また次回。